埼玉の狭山湖畔霊園に尾崎豊の墓碑はありますが、遺骨はありません。これは彼が亡くなってからの出来事を彼がどのように感じているかを想像しながら綴る筆者独自の視点からの物語です。20XX 年4月25日、ネオイソトプ最高裁判所第一小法廷で尾崎茂美被告人に対する判決公判が開かれました。裁判長安藤裕二は被告人に禁錮300年の刑を言い渡しました。判決理由は、被告人が友人と共謀し、夫である尾崎豊を大量の覚醒剤摂取により中毒死させたというものです。離婚調停を提起された尾崎豊に対し、被告人は慰謝料として法外な金額を提示して調停を決裂させ、婚姻関係があるうちに殺害を計画しました。犯行の動機は、夫の所有する知的財産や著作権など、すべての資産についての相続権を失うことを恐れたためと認定されました。殺害方法は巧妙かつ残忍であり、夫の覚醒剤使用の前歴を利用して、友人に酒に大量の覚醒剤を混入させ摂取させました。尾崎豊は約7時間後に急死しましたが、司法解剖ではメタンフェタミンの過剰摂取による中毒死と断定されました。しかし、被告人の思惑通り、警察は尾崎豊の覚醒剤使用の前歴から、不慮の事故死として処理しました。この事件は、遺産相続の権利を得るための綿密な計画による完全犯罪であり、被告人に酌量の余地はないとされました。補足意見として、過去の民事訴訟でも被告人は事実を否定し、詭弁を用いて事実の撹乱を図っており、それが夫の急死への関与を強く印象づけました。25年以上もの間、夫の死の経緯について何も語らず、相続した遺産で優雅な生活を送る被告人の言動は、悪魔の所業とも言えます。犯行に対する反省や後悔の念もなく、自分こそ被害者であると世論誘導を行った被告人を鑑みれば、禁錮300年の判決は重すぎるとは言えません。筆者の安藤裕二は、しばらく記事の投稿が困難であることを詫び、事件の拡散を求めています。